さあ始まりました DIY の時間です。今回の DIY はオルティガ柄の収納ボックス後編。前回の動画でこの収納ボックスのフレームの部分を作ってきましたので、今回の動画ではこの天板の部分をオルティガ柄にしていきます。こういう風に蓋付きの収納ボックスになっています。それでは早速やっていきます。それではまずはこういう平行四辺形をたくさん作っていかないといけないので、簡単なジグを作っていきます。ついに買ってしまいました。この集塵システムですね。こっちのね、集塵機とこの丸ノコが連動してて、スイッチを入れるとで、勝手にオンオフしてくれるっていう集塵システムです。これめちゃくちゃいいですね。何がいいかっていうと、粉がほとんど出ないんですよ。だから後の掃除がめちゃくちゃ楽でした。以上、ショートレビューでした。それでは今から木に色をつけていくんですけど、色が分かるようにカラーシールでちょっと印をつけてみました。今回使うカラーは、家にねあった余ってた分でやりたいので、このブライワックスのラスティックパインと同じくブライワックスのジャコビアンで、あとアンティークワックスのクリアとソリッドカラーのダークブラウン、この4色でやっていきたいと思います。あとアクセントで2つのピースだけソリッドカラーのスカイグレーを使います。それでは色を塗っていきます。まずはブライワックスのジャコビアン、スポンジで塗っていきます。次はソリッドカラーのダークブラウン。次はブライワックスのラスティックパイン。次はソリッドカラーのスカイグレー。最後はアンティークワックスのクリア。それではこのピースを一つずつ貼っていくんですけど、作業性的には木工ボンドを使いたいんですけど、天板の部分になるので、これがフレキシブルな動きもします。なのでフローリングを貼る時のウレタンボンドを使ってみたいと思います。床職人。
それでは最初の1ピース目をいきます。ちょうどこの辺のね真ん中なんですけど、だいたいちょっと真ん中いってんのか見ときたいので、これで乾燥させていきます。天板の部分が完成したので、天板なんでね、いろいろ衝撃とかもねあると思うので、表面をコートしてみたいと思います。水性ウレタンニス透明で表面をコートしていきます。やっと完成しました。いいのができましたね。これ非常に軽いんですよね。ここがポリカボードでできてて、フレームもこの表面のオルテガ柄の素材も全て杉材で作ってますので、杉材はやっぱり木材の中でも非常に軽い素材で、全体を非常にねトータル軽く仕上がってます。後でねちょっとこのグラムを測りたいと思いますので、最後までご覧ください。これをね開けて、このねガスとかタンブラーとかそういうアルミホイルとかね、そういったものをストックして持ち運べるようなね、そんなボックスとして使っていきたいと思います。それではまず僕の体重を測りたいと思います。はい、JP です。JP です。58.95。それではこの箱の中身は空っぽです。持ち上げて乗ってみます。せーの。僕の体重が 58.95 でこれ合わせたのが63なので、その差 4.05g ということは 4.05kg ということになりました。4kg なんでまあ軽いなという印象は全然あります。だから女性でもこれだったら持てるのかな。軽量化で作っていったんで、そうですね、強度はそんな強くないと思うんで、この使用感とか、そういったものはガチャの方でまたシェアしたいと思いますので、セカちゃんもぜひぜひ見てみてください。動画説明欄にセカちゃんの URL も貼ってます。それでは